20時間練習した後の絵がじゃーん。こんにちは、のがチャンネルののがです。今回の企画は20時間でどれだけイラストは上手くなるのか。今回は1日に4時間を5日間合わせて20時間練習しました。私は9教科の中でも一番美術が得意なので、その点も踏まえて見てもらえたら参考になるかなと思います。タイムラプスを一緒に見ながら説明していこうと思います。1日目スタート。はい、1日目ポチッと。1日目は人の顔を練習しました。こちらは私が何も見ないで描いた男の子と女の子の絵です。で、今回はこちらの人を描くのって楽しいねという本の顔頭編を4時間で1冊なんとかやりきりました。かなり飛ばし飛ばしなんですけれども、時間内に終わらせることを意識してやっています。なんとなく見ながら絵を描くことは多かったんですけども、こちらの本はですね、丸とか四角とか簡単な図形を組み合わせて人の骨格をどうやったら描けるかっていうことを解説してある本で、どんな絵を描く人も基礎として練習しておくのにはとてもいい本かなというふうに思いました。1日目は終了です。2日目です。2日目はですね、昨日1日目に練習した人を描くのって楽しいねの衣服編ということで、体の骨格の描き方からシワとか実際に描くと難しくて、体のバランスを取るのはもうすごい難しかったですね。この本が服に、フォーカスを当てているのもあって、体のバランスについてはそこまで細かく描いていないので、それはなんとか見ながら頑張りましたという感じですね。で、シワの描き方は例えば丸い筒に布が巻きつけてある感じとか、例えがすごく分かりやすくて、でシワをリアルに描けるだけでも絵のクオリティがぐっと上がった感じがしました。なのでそうですね、こちらも人を描く練習をしたい人はとてもおすすめなのかなと思います。だんだんとやっぱ最初に比べて上手になってますね。この一冊を通して自分もだんだん上手くなってるなっていう感覚があって楽しかったです。はい、2日目が終了しました。2日目までやってまず4時間集中しきるのは結構しんどくてですね、合間に休憩を挟みながらやりました。でも本を1冊やりきったという充実感とか、あとはそうですね、書いてること自体がすごく楽しかったです。2日目までやって気づいたのが、イラストを上手くなりたいっていう気持ちはあったんですけど、何を描けるようになりたいかっていうゴールが決まっていなかったので、3日目から何をやろうかなっていうのは結構ここで迷いました。漫画みたいな絵が描けるようになりたいのか、それともインスタグラムとかのおしゃれな絵が描けるようになりたいのかっていうので考えて、私はそのインスタとかに載せられるようなファッションっぽいおしゃれな絵を描けるようになりたいなと思って、インスタのイラストレーターさんを見たり、あとはどういう雰囲気の絵ならかっこいいかなと思って雑誌を買ってきました。ゴールを設定するというのはすごい大事だなっていうふうに思いました。これが2日目の反省です。3日目です。3日目はですね、パッチというこちらのおしゃれな雑誌を買ってきて見ながら練習しました。全体の形を線で描いて、でそれをノートに書き写して、で全体のバランスを見ながら細かいところを書き込んでいくという方法でやりました。で、鉛筆で描くだけじゃなくて、今回は鉛筆で描いた絵からボールペンで描いて、で消しゴムで描いた線を消して清書するという形でやっています。で、描いてて、難しかったのが手がすごく下手だなって、見ながらでもなかなかうまく描けないんですよね。手が難しかったのと、あとは、色を塗った時に影とかをつけられるようになりたいなというのが3日目の課題でした。細かいところもできるだけ書き込んで、絵のテイストとかはインスタグラムとかを見ながら、目の描き方こういうのがいいかなっていうのも参考にしています。はい、ということでめちゃめちゃ上達した3日目でした。残すところ8時間となりました。4日目です。4日目はですね、3日目の反省を生かしたいと思い、こちらの本を買ってきました。広政のお絵描き講座手の描き方編。これは漫画形式で手の描き方だけにフォーカスしてある本で、めちゃめちゃいい本だったので超おすすめです。手っていうのはですね、例えばこっち側外側には開くけど内側にはあんまり開かないんだよとか、曲がる角度とかですね、親指は結構一番自由に動くけど他の指は縦にしか動かないとかね、そういう動き方とか、どこから関節が伸びているかとか、そういうことを学ぶと、指を描くときにこっち側には曲げていいんだよとか、そういうのが、理解できると手の描き方が変わります。
すごいいい本でした。ということで、こちらも全部ではないんですけど、さらっと見ながら練習して、で、昨日と同じようにファッチの絵の練習に入りました。3日目からめちゃめちゃ上手くなったなっていう感じはしなくて、ちょっと伸び悩んでいるというか、そうですね、画力はそんなに3日目から上達している感覚はなかったです。ただ、いっぱい描いたので、絵自体はそんなに上手くなってなくても、速さはかなり速くなったかなと、慣れてきたかなと思います。で、あとはですね、こちらの服装描き方辞典というこちらの本をパラパラっと見てからなんとなく影をつけてみました。以上、4日目でした。はい、ラストの5日目です。5日目はですね、4日目に影をなんとなく本を読んでつけてみたんですけども、ちょっとやっぱ自分で練習しないとまだまだ甘いなと思ったので、こちらの服のシワと影の描き方という本を買ってきてですね、この一番後ろについている練習用みたいなのがあって、これをコピーしてこの本を見ながら影をつける練習をしてから絵に取り掛かりました。で、5日目はこちらの銀座という雑誌を見ながら3日目4日目と同じように絵を練習しました。デジタルで最後完成度を上げたいと思って iPad で写真を自分で描いたこちらの絵の下絵を撮って、その上を、iPad で描いています。プロクリエイトというアプリを使って完成させました。で、絵を描くにあたって、Pinterest というサイトで自分が描きたい絵のテイストを探して、それを見ながらセリーヌの広告かなんかかなの配色とかレイアウトを真似て描いています。プロクリエイト自体は使ったことがあったんですけども、絵を描く目的では初めてだったので、操作は分かってるけど絵として使うのは初めてという感じですね。こんな感じで5日目が無事終了しました。では、最初と最後を比較して見ていきましょう。一番最初に描いた絵がこちらです。で、20時間練習した後の絵がじゃーんじゃーん、こちらです。どうですか？かなり上手くなったんじゃないでしょうか。ちょっとこれはプロ並みかなって思うんですけど、どうでしょうか。最初の絵は何か参考にしたわけじゃなくて、鉛筆だし、最後の絵は見ながら描いて、なおかつ、アプリを使ってるという差はあるんですけども、それをとっても多分最初の私は絶対に見ながらでもこのクオリティは出せなかったですね。ということで、20時間練習すると絵はこれだけ上手くなるという検証結果が出ました。そうですね、体感としては初めて20時間という風に時間を計ってやってみたんですけれども、あっという間か長かったかといえば長かったですね。5日間が長かったというよりは、1日4時間集中するというのが、1回集中しちゃうと割とあっという間なんですけども、やっぱ時間を意識するとなかなか長くて大変でした。でも、1日4時間集中して5日頑張れば、これだけ絵は上手くなるのであれば、やってみる価値は大ありなんじゃないかなと思います。おすすめの本はどこかリンクかどっかに貼っておこうと思うので、よければ合わせてみてください。初めての20時間チャレンジ、20時間でイラストはどれだけ上手くなるのかは、めちゃくちゃ上手くなるかなという結果でした。絵が下手だけど挑戦してみたいとか思った方はぜひ参考にして、20時間と言わずちょっとでもね、3日目ぐらいでも私はかなり上手くなったので練習してみたらいかがでしょうか。チャンネル登録と高評価をどうかお願いいたします。バイバイ。私は国数 A B 社じゃなくて国数 A B 社美術社会美術音楽技術家庭科技術、9教科の中でも一番美